ドラゴンボールスーパー担当編集のビクトリー内田です。今回は魂ネーションズから全く新しいアイテムが2つ登場したということで、今回もバンダイスピリッツのモット岡本さんに来ていただきました。はい、ご紹介いただきました、魂ネーションズのドラゴンボール担当モット岡本です。よろしくお願いします。もう早速ね、もうめちゃくちゃ存在感がすごい2アイテムがもう立ってますけど、これすごいですね。はい、まずじゃあちょっとご紹介させていただければと思うんですが、こちら両方とも10月発売なんですけども、どちらもちょっとこれまでにないみたいなところがある商品になってます。でこちらの方が、新ブランドの魂アートというシリーズになっております。でこちらにいる、悟空につきましては、SH フィギュアーツシリーズで、完全新規造形で、これまでにない悟空を作りましたという商品になっておりまして、今日は2つ紹介させていただければなと思っております。すごいですよね。特にこっちの悟空もね、もうこれ以上悟空をどうパワーアップさせるのかっていうところもさらにすごい響かれているところですね。今までにないぐらいの稼働を仕込んだと思っております。まさかこちらもね、最終回の扉絵がこんな形で立体かなって思ってなかったですね。ちょっといろいろ竜が飛び出てたりとか、すごいこだわっているところもあるんですが、この飛び出方とかもいろいろちょっと苦労しながら作ったところもあるので、今日その辺も含めてお話しさせていただければと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ではまず魂アートの方からご紹介させていただければと思っております。これも全く新しいコンセプトの商品ですよね。そうですね。新しい新ブランド魂アートなんですけども、壁にかけられる立体絵画というところを、コンセプトに作成させていただいております。立体絵画。なのでこのようにフィギュアが飛び出ているというところになっています。で今ちょっと壁にかけられるともお伝えしたんですけど、今もまさに棚に置かれているように、このように机の上にも置くようにできるので、2パターンの飾り方で楽しんでいただけるフィギュアになっております。すごいですよね。なんか本当に半立体じゃなくて、本当に悟空が立体的にいるんですよ。そうですね。悟空が立体的で、この尻尾とかからはちょっとデコボコしながら半立体になってるんですが、この途中あたりからですね、難しいんですけどからどんどん立体になっていって、もう悟空と竜は完全に立体になっているというところになっております。すごい。この飛び出し方とかいいですよね。そうですね。この飛び出し方も、元の商品というかイラストのイメージを崩さないように作るっていうところがやっぱり大事だなと思ったので、その辺のバランス感っていうのは結構意識しながら作ってました。タイトルのところも飛び出しておりまして、おお、本当だ。この辺もこうちょっと、より立体感というか、ものとしての面白みみたいなところにつながってるんじゃないかなというふうに思っています。すごいですね。こうやってなんか覗き込むと、なんかその絵を覗き込んでるというか、絵の中に入ってる感じがしていいですね。で実はこのフィギュアなんですけども、立体絵画っていうところと、壁にかけられる、机の上に置ける以外にもう一つ特徴がありまして、実はこちら発光ギミックというのが搭載されています。でここの天面の部分にタッチスイッチが入っているので、ちょっとここの範囲を押していただければと思います。押します。おお、光った。おお、いいですね。なんかやっぱムード出ますね。そうですね。光が当たると、ちょっと夜とかお部屋暗くしていただきながらこれつけたりしながら、ちょっと一息ついていただくと大人な楽しみ方もちょっとこれね、ライトにしながらドラゴンボール読んだりとか、めちゃめちゃいい夜が過ごせるんじゃないかなと。いいですね。大人の夜の過ごし方ですね。今この光が横から入るので、フィギュアのその見えない部分っていうか、細かいディティールみたいなところもこの商品だけで楽しんでいただくことができるようになっています。より立体的に見えますね。そうですね。この鱗のあたりとかはちょうど立体的に見えるようになってるんじゃないかなというふうに。強調されてます。これ作るで結構苦労したんじゃないですか。そうですね。実はかなり苦労してまして、絵のイメージのまま立体にするみたいなところがすごいやっぱ難しくて、その辺のトライアンドエラーというのはかなり繰り返してきてました。であとやっぱこの光り方の部分も、裏から光らせるのかとか、横から今この商品は光ってるんですけど、その横から光らせるのかとか、どういうふうに光をその LED のライトが入ってるんですけど、配置すると一番こうかっこよく見えるのかっていうところは結構苦労してましたね。いや、結構試作品をいっぱい作った。そうですね。作品のパターンかなりあったと思います。あとこのフレームも絵の邪魔をしないけどかっこいいみたいなところのデザインを何パターン作ったかなみたいな。シンプルですけどちゃんと額になってるし、
そうなんです。かっこいいですよね。そこのバランスというか、そこの辺も実は苦労して作ってましすげえ。でも新ブランドですもんね。た。はい。もしかしたら今後もそうですね。ちょっと今この商品最終回の扉をいきなり作ってしまったので、ちょっと示談からどうしようかなというところ悩んでるんですけども、はい。ぜひご購入いただいた方とかにはぜひこういうのが欲しいよみたいなところもぜひなんか投稿だったりしていただけたら我々も拝見しながら次の参考動画にもさせていただきたいなとは思っているので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、皆さんご要望お待ちしてます。では次は SH フィギュアーツのスーパーサイヤ人孫悟空決戦の幕開けについてご紹介させていただければと思っております。はい、お願いします。はい、で SH フィギュアーツシリーズ、スーパーサイヤ人の悟空っていうのはいろいろとこれまでも作らせていただいてたんですけども、はい、正直何種類あるか分かんないぐらいいっぱい作らせていただいたんですけど、その中でもこのスタンダードの道着の悟空を改めてこのタイミングで皆さんのお手元に展開させていただきたいなと思って、今回かなり気合を入れて完全新規造形で作らせていただいております。造形面だったりその彩色面というところもいろいろこだわらせていただいたんですけど、SH フィギュアーツやっぱり遊んでなんぼ動かしてなんぼだと思うので、その可動域についてもかなりこだわって作らせていただいているので、特にそのこだわったところを今日ちょっとご紹介させていただければなと思っております。今まででもかなり動くじゃないですか。そうですね。あれより動くってことですか。あれより動きます。すごくないですか。はい、どうなってんのこれ。もうこれあれば正直どの悟空のポーズもできるんじゃないかなと思ってるぐらい動くように作っておりますので。いや現時点の悟空の決定版、はい、決定版だと思ってます。作っちゃったってことです。はい、うわー、これは欲しい。はい。まずちょっとこだわったところの一つ目としましては、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど首になっています。通常の首の長さがこんな感じなんですけど、ここからさらにちょっとぐっと押し込むことができて、おー、力んでる感出る。すげえ、待ってすごっ。はい。逆にこの首をマックスまで伸ばしていただいて上を見上げるとかなり上も見上げることができるというところで、両方その力んだりこういうふうに飛んでるところとかも両方できるようにいつもとちょっと違うジョイントになっているというところが新しい進化ポイントその1位ですね。よく飛ぶし、よく飛ったら僕ら当たり前なんですけど、あとカメライマスってそうですね、結構こう首が力んでる感じが出ると首沈むから、それができてんだ。すげえ。てか今思ったら横顔めちゃくちゃかっこいいですね。そうですね、この辺のおでこから鼻で空に口っていうこのとんがりも含めて結構こだわって作らせていただいてました。首だけでこんなにすごいんですか。すごくない？首だけでこれがここまですごいんですけど、この後実は1個下降りて胴体部分についてもちょっとご紹介させていただければなと思ってます。胴体なんですが、これまでもちょっとたびたび採用したことはあるんですが、このオレンジ色の道着の部分が軟質のパーツとなっております。なのでちょっと柔らかいパーツになってまして、動かした時にも邪魔をしないというようになっています。でさらに、ちょっと中に隠れちゃってわからないんですが、肩周りの構造っていうところもさらに進化しておりまして、ダイナミックムーバブルショルダーシステムという、ダイナミックムーバブルショルダーシステムという、すごい名前、はい、ちょっと大層な名前がついてるんですが、実はちょっとさらに大層で特許の方もちょっと今出願させていただいているというちょっとかなり新しい構造を今回入れさせていただいてます。でこれのおかげで腕が悟空の、カメハメハのポーズはもうバッチリできてしまうというところから、さらに腕を寄せることができまして、すごい。こんな感じでもうほぼ胸の上で肘ぐらいまでクロスができる。ここまで交差できるんですか？はい。頭で見えづらいかもしれないんですが、ここのカーブの流れっていうところも切れ目がなかなかないようにっていうところを注意しながら今回作らせていただいてます。で実はこの軟質パーツなんですが、実はいつもだとこの普通の人のように、オレンジ色の道着が帯の中に入っている状態に今まで作ってたんですが、今回あえて帯の中に服を入れないというふうにしておりまして、見ていただければ分かるかなと思いますけど、こんなに前後のスイングというところがかなり決められるようになっております。腰の動きすごいですね。そうですね。ここまで行くと、悟空のカメハメハはもちろんなんですが、ちょっとスーパーサイヤ人の悟空ではないんですけども、サイヤ人編のベジータと戦った時の一番最初のちょっと沈んだ構えみたいなところも結構かっこよく、よりかっこよく決めていただけるんじゃないかなというふうに思ってます。
で実はこれのおかげで前後だけじゃなくて左右の方もああ、かすごっ。なり動くようになっておりまして、でフュージョンポーズも。フュージョンも、全然余裕で肩もいっぱい動くので、うん。できると思います。めちゃくちゃいいですね。ちょっと触ってみて。ぜでもね、全然柔らかい。本当に軟質だ。帯もなんですか？ひそうですね、帯も軟質になっていて、お尻の方もそのお尻のパーツも軟質になっているので、寄せた時にやっぱこの真ん中の道着の柔らかい部分がちょっとやっぱ避けてくれるんですよね。内側に寄ってくれるんそうですね。で、さっきちょっと下半身のところにも触れていたので、このまま説明続けさせていただければと思うんですが、実はこの膝とすねっていうところも今回進化したポイントになっております。膝とすね。これまで SH ギアツシリーズ、こことここにジョイントを2つ仕込ませていただくことがこれまで多くあったんですが、今回あえて1つの軸になってます。で、可動域減っちゃうんじゃないですかっていうところもちょっと心配になるかなと思うんですけど、そんなことはなく、でさらにここまで動くのでもちろん動きますよというところで、今すねに、可動を仕込んでいるというふうにお伝えしたと思うんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないですが、こんな感じで、本当だ。はい、ちょっとグイッとさらに力の入った感じをここで出すことができるという。大事ですよね。構えた時にちょっとだけ足が浮くみたいなのがなくなるってことですね。ここでちょっと微調整いただけるようになっているので、浮くこともなくしっかり力の入った動くを再現していただけると。本当すごいよく曲がりますね。さらにその見た目上の進化としましては、この曲げた時にここですね。膝のお皿の突っ張った感じっていうところが出せているというところが今回の新しいところになってます。その悟空のイラストとかを見ているとやっぱりこの伸ばした時はこの辺シワが結構たるんだ状態になっているというイメージだったんですけども、やっぱ曲げた時しっかり膝のお皿が浮いたイラストっていうのがやっぱ多かったので、その辺 SH ギアーズのハイビス感でも再現したいなというところでこだわった部分になってます。ちゃんとなんかその悟空の四角い膝というか、そこがなんか浮き上がってる感じがありますね。膝の皿がなんとなく分かっていただけるかなと思ってます。すごいですね。なのでこれらの可動域があることで、いろんなかっこいいポーズを生み出せるようになっている今回の完全新規造形の悟空というふうになっております。これで完璧なカメハメハが打てるところですね。打てると思いますので、ぜひ手に取って皆さん打っていただければと思っております。いやマジでどっちもめちゃくちゃかっこよかったですね。ありがとうございます。嬉しいです。しかもちなみにこれ両方とも今発売中なんでしたっけ？どちらの商品、魂アート孫悟空&龍で、こちらの SH フィギュアーツ、スーパーサイヤ人孫悟空決戦の幕開けともにですね、家電量販店、玩具店で、あとバンダイナムコクロスストアや、各通販サイトで、販売しておりますので、ぜひ気になった方はチェックしていただければと思ってます。やっぱり箱もねかっこいいっすよね。そうですね。これで2つともこの箱で、店頭に並んでますので、ぜひぜひ気になった方は手に取っていただけたらと思ってます。これなんかその裏のね、そのなんですかね、こういう風に飾ってほしいっていうこれもおしゃれでいいですね。ちょっとおしゃれに撮ってみてますので。で実はこの魂アートの中には、クオリティシートというものが商品に同梱されております。実はこれにもかなりこだわって作らせていただいているので、ぜひちょっと内田さんにも見ていただけたらと。わ、すごっ。なんかめちゃくちゃすごいんですけど、わかりますか？光り方。多分ね、ちょっと角度を変えるとなんか浮かび上がってくるロゴであったり、あとこの金の印字であったり、これちょっといろんなね印刷技術が詰まってて、これだけでもねちょっと価値ありますね。欲しくなります。ぜひこれも含めてちょっと気になった方はぜひチェックしていただけたらと思ってます。詳細に関しては本サイトの記事を掲載しています。皆さんもぜひ魂ネーションズの2大新作悟空を手に入れてください。ではさようなら。